アニョハジミカ。私たち、日本から来た3人が最初にお話しさせていただきます。一番最初に私の方から、この25年と、日本でステップファミリーの研究をやってきました。初めの頃、ステップファミリー、子供がいて再婚した家族ってどういう家族なのか全くわからない。手探りでやってまいりまして。でも10年、20年やってるうちに見えてきたことがありまして、それを今日お話したいと思います。私の大学で、昨年、キム先生、イ先生も来てくださった明治学院のキャンパスです。古いキリスト教の大学だ。今日の目的ですけれども、本当にいろんなことを話したいんですけれども、かなり時間が限られてますので、ポイントを絞ります。日本では離婚後の家族は一人親家族になると考えられています。で、その一人親が再婚すると二人親になると。こういう考え方についてちょっと、疑問を呈したいと思います。韓国でもこういうことが当てはまるのか、当てはまらないのか、違うところがあるのか、ぜひ今日教えてもらいたい、議論してみたいと思っています。25年やってきて、日本の社会の家族について、離婚について、再婚についての当たり前をかなり疑うようになってきましたので、そのお話をしたいということです。日本では、この SAJ っていう団体の名前にもステップファミリーが含まれてるんですが、ステップファミリーっていう言葉を使うのはなぜかということが結構また重要なんですね。私は、菊池さんと一緒に研究していく中で、ステップファミリーをこういうふうに定義しています。親の新しいパートナーとの関係を持つ子供がいる家族です。そういう子供から見たら、親が新しいパートナーを持つと、子供の視点をちょっと強調した定義だ。もともとこれ英語なので、アメリカなんかでの研究でも、ほぼ同じものを指してますが、言い換えると、継親子関係を含んでいる家族と言っていいです。そうですね、再婚家族と言ってしまってもいいんじゃないですか。特に日本だと、子連れ再婚家族って言い換えてしまっているケースが多いんですが、それと同じかというとちょっと違うんです。必ずしも法律的に結婚していないカップルがステップファミリーになっていることも多いです。また、ステップファミリーはいろんなパターンがあって多様です。これは後で小倉さんの発表での多様性が出てきますので、飛ばしますが、このステップファミリーっていうのは再婚家庭とは違うのかということで、そこでちょっとあえて再婚家庭と言ってみたんですが、こういう言い方は韓国でやってますかね。ステップファミリーを考えるとき、家庭の中だけを見てると大事なことを見逃してしまいます。家庭を超えた家族関係が生じてくる、そういう家族なんじゃないかとだんだん気づきました。日本語にそういう家族をぴったり表す言葉がなかったものですから、ステップファミリーという言葉を新しく使った方がいいんじゃないかと思ってます。日本語でも、刑法、刑事なんていう言葉が、ステップファミリー独特の、関係、ポジション、役割としてあるにはあるんですけれども、めったに使われない。そういう言葉は避けられる傾向があります。新しいお父さんお母さんと言い換えられてしまったり、単にお父さんお母さんと呼んでしまうことが本当に多いです。こういう言葉の使い方自体がステップファミリーを見えなくしている側面もありますね。そういう、言葉をどう使うかが結構重要じゃないかと思うんですが、一つ、事件を、こんな事件があるのをご紹介したいんですが、ごく簡単に。ステップファミリーの家庭に、暮らしていた4歳の女の子が、虐待されて、主に刑夫さんに虐待されて死んでしまうという事件がありました。これは、そうですね、私の家の近くで起こった事件ですごく自分にとってもショッキングだったんですが、この事件の次の年に、容疑者になったこの刑夫さんがですね、裁判でこういうふうに言ったっていう記事を見て、これもまた私にとっては結構大きな衝撃でした。親になろうとしてごめんなさいと泣きながら謝罪したという記事です。はい。この刑夫さんは親になろうとしていたんですね。
親になっちゃいけなかったんでしょうか、それとも頑張って親になるべきだったんでしょうか。ここは結構重要なポイントです。はい。これは最後の結論につながりますけれども。もう一つのポイントは、この記事、報道された時に、系譜って言葉がほとんど使われませんでした。お父さんとして報道されていましたが、よく読んでいったら、系譜だっていうことが分かりました。この、女の子のお母さんも、拘置所に入ってる時に、自分の経験を本にしましたね。出版しました。手記を出版しました。この中にもステップファミリーとか系譜という言葉は一回も登場しませんが、次のようなことを書いてあることが非常に、印象に残りました。彼女はゆあちゃんを産んだ後、夫と離婚して一人で暮らしていて、相当苦労していたんですけれども、新しいパートナーを見つけて、この人と再婚することにしたんですね。その時こんなことを思ったって書いてありました。私は今度こそお父さんお母さん娘という憧れの家族になれるはずと信じるようになった。そして彼は、これは女の子の、死んじゃった女の子の名前ですが、ユアの教育にとても熱心だった。4月、彼と再婚し、ユアも彼の養子にした。その先に幸せが待ってるはずだった。と書いてある。すごく明るい未来を思い描いて期待して、幸せな家族を目指して結婚したわけなんですけれど、そして、パートナーとこの人の娘は養子縁組したんですね。幸せがでも来なかったわけです。なぜでしょう。このケイフさんと子供の関係が難しくなって、児童相談所っていう日本の機関が間に入って支援するようになりました。しかし、支援がうまく機能しなかったんですね。一般的にはこうですよ。普通の家庭はこうですよっていう支援、助言、アドバイスをもらうばかりで、マニュアル通りに普通の家族への支援しか得られなくて、解決策が得られず、非常に困ったとお母さん書いてました。私たち研究していく中で、ステップファミリーといっても、いろんなパターンがあることに気がつきました。大きく分けると2つのパターンだというふうに、考えるようになりました。一つ目がこの今の事件にあったような家族がそれだなと思ったんですが、代替モデル、あるいはスクラップビルド型のステップファミリーと呼んでいます。はい。新しくできたカップルと、そこに子供がいて、普通の家族のようになるはず。お父さん、お母さん、子供。これを目指す、代替モデルといったのは、親の一人が、この場合はお父さんでしたけど、事件の場合は、お父さんが入れ替わる。これを代替と言ってますが、そして離婚前の家族はもう壊れてなくなってる、スクラップされ新しく再婚して家族を作り直す。こういう考え方にのっとって作られる家族という意味です。日本で研究してみると、こういう家族が非常に多い。ほとんどがこれだと思いました。でもそうじゃないパターンもあって、それを、連鎖拡張するネットワーク型と私呼んでますが、菊池先生は継続モデルと呼んでます。親子関係が続いていって、関係がどんどん増えて広がっていくというタイプです。この代替モデル、スクラップビルド型と呼んだものは、こんな図で表せるかなと思ってます。箱の中にお父さん、お母さん、夫と妻がいて、そこに子供がぶら下がってるというイメージです。この中で親が一人出ていって、一人親家族になる。そしてもう一人新たにパートナーができれば、また二人親家族に戻る。形は最初と最後、そっくりですね。はい。家庭って言って、この四角い箱は家庭を表してますね。あるいは世帯を表してます。この中にだけ家族があるという考え方もここに表されてます。はい。ここに書いてあるような考え方なんですが、ちょっと詳しくは説明しませんが、今もうすでにお話したようなことですね。私たちインタビューしていって、大人の方々もインタビューしましたが、10年以上経ってから子供たち、元子供たち、大人になった元子供たちに、インタビューするようになって、子供たちの経験はまた大人と違うんだなってことに気がつきました。
この女の人は、27歳当時でしたけれども、お母さんの新しいパートナー、ケイフさん、非常に厳しい人ですね。厳しくしつけられたとき、なぜこんなに厳しくする必要があるのか、すごく疑問に思ったんです。お母さんにそしてそのことを訴えたんですが、お母さんは話を聞いてくれない。お母さんを夫の味方なんですね。お父さんの言うことを聞きなさいと言われるばかりでした。でもこの人は、自分の母親っていうのは、このケイフさんとの間のパイプ役になってくれるはずじゃないかというふうに期待していたけど、全くそうしてくれないのが非常につらかったと言ってました。というような経験をしていて、何か親の側、継親の側が考えているイメージと、子供が考えている、感じている辛さがずれていて、全然通じないということが起こるんだなと気がつきました。次のケースも見てみましょうか。これですね。この2番目の人、23歳の女性だったんですが、当時大学院生の人です。この人は小学生の時に両親が離婚したそうです。ところが、そしてお母さんと暮らしていたんですけれども、定期的にお父さんとも会えていた人ですね。ここに書いてあるんですけれど、大事な父親だった。なので、会いに来てくれることは本当に嬉しかったですと、いうことでした。お父さんと会うことを楽しみにして、面接交渉を持っていた女の子でしたね。ところが、急に変化が生じました。お母さんが再婚するということになったんです。で、お母さんにこう言われたんですね。もうお父さんには会えません。なぜなら、明日からこの人がパパになるからですって、新しい、パパを紹介された。交流があってお父さんと会えてて嬉しかったんですが、いきなり亡くなってしまったってことが書かれてるんですけど、交流がなくなった時、どう感じたか、母に対して怒りを感じたと言ってました。こんな風にも言ってますね。私は当たり前のように本当の父、ずっと会ってる自分の、父親ですが、とは別のところに新しい父ができるんだな。もう一人、お父さん的な人ができるんだなと思っていたってわけだ。ところがお母さんは全く違った考えだっていうことに気づいた。入れ替える。さっき、代替モデルというやつですね。完全に入れ替えたい。それが、もうこれ以上自分の気持ちを言っても無駄だと気がついて、もう何も言わなくなったんです。はい。ということで、この人は、お父さんと会えなくなりました。お父さんがいなくなってしまいましたね。お母さんとも信頼関係が持てなくなって、あまり話さなくなったそうです。ケイフさんのことをパパと呼ぶこともなかったそうです。関係が縮まることが、近づくことがなかった。ですから、本当に頼れる親的な人がいない人生になったよ。でもう一人でとにかく勉強しようという生活になったそうです。ケイフさんのことをスポンサーと呼んでました。学費を出してくれる人。それはよかったと言えばよかったそうです。彼女は大学院まで進みました。そのことは感謝してましたけど、お父さん、お母さん、ケイフさんとの関係、もうちょっと違った風に作ることも可能だったかもしれませんよね。こういうパターンで親を入れ替えて普通の家族になる。ケイフさんはパパになる。ケイゴさんはママになる。というふうに大人の側が、場合によっては社会全体が期待してしまっているので、子供たちはちょっと追い詰められても自分の希望は言えなくなってしまうということがあるんだなと気がつきました。そういう期待をしてしまっている新しいカップルそのケースもそれなんですけれど、大人の側にインタビューした場合ですね、これは夫も妻も前の結婚で子供がいて、その子供たちと一緒に暮らすステップファミリーを作った人でした。もう普通の核家族を目指してました。どんなことを最初期待してましたかって聞いたら、これ、妻の方ですけれど、えー夫の子供を自分の本当の子供と同じように思えるようになりたい。同じレベルで、自分にも子供いるんですけど、差がないように子供のことを考えたいと思っていたそうです。夫婦も何でも話せる夫婦になりたい。
で、例えば、そうですね。自分の子のように夫の子供を甘えさせてあげたい。自分に対して。で、自分の子供のように自分は叱ってあげたいと思って。そうです。ところがそうならなかったですね。二人、夫の方に子供がいたんですが、特にそのうちの一人とは関係が難しくなる。ちょっと書いてあるんですけど、嫌だな。この子もちょっと嫌だな。この子のことで本当にイライラするという経験をしましたね。で、そういうことに対して、夫の方も、自分の子供はちゃんと、妻の子供のように思ってほしいと期待していたわけです。で、そうならないことに対して夫にもインタビューしたんですけど、こうそうできないのは妻の気持ちがおかしい。慶吾さんとしてですね、気持ちがおかしいと。自分の子供を可愛がってほしいと思ってるんですけど、妻のどうしても可愛いと思えない、イライラする。彼女の心の問題を何とかしないといけないんじゃないかと夫は思っていたということです。何でも話せる夫婦と最初は思ってたんですが、だんだん気持ちが話せなくなるということになってしまってそうです。こういう具合に、ゆあちゃんのっていうさっきの事件と同じで、希望を持って普通の家族のようになると、思って進んでいっているのにならないということが結構起こります。次のこの例もそうなんですけれども、夫の子供たちに、ご飯を夏休みも何回も作らなきゃいけなくて大変で頑張っている慶母さん、自分にも子供がいるんですが、ところが夫の子供はそれを拒否して食べずに、おばあちゃん家に行って好きなものを作ってもらって食べていたことが分かった。これすごい心が傷ついたという話です。母さんになろうとして努力しているのに、それを認めてくれない子供。この子に何か問題がありますか？この子は悪い子ですか？叱るべきでしょうか？もっと厳しく。ここが難しいところですね。結構起こることは、誰かが悪いんじゃないです。妻が自分の子供を愛せないのは、妻の心の中に何か問題があるんじゃないか。意地悪なんじゃないか。例えば、そんな風に思われてしまうことがありますね。親になろうとして頑張っているのに、それを認めない子供が悪いんですか？悪い子供ですか？どうもそうじゃないんじゃないか。これは、周りがお父さんお母さんと子供っていう家族になれるはずで、そこにみんな無理やり押し込んで、慣れてないと誰かが悪いと言っちゃってるんじゃないですか。ここに書いたんですけれど、実際にはそうじゃないのに、普通の家族、普通の親子みたいになってないといけない。なってるように無理に振る舞う。フィクションの家族を演じなきゃいけない。偽装する家族と言ってもいいんですが、厳しい言い方をする。それを強いられているところが、ステップファミリーの辛さの原因じゃないでしょうか。もしそうだとすると、どうしたらいいのかって話になるんですけど、先ほど言った、継続モデル、ネットワーク型、世界を超えて広がっていくネットワーク型を絵に描くとこんな感じで、最初は箱に入っていて、お父さんお母さんですが、さっきの図と違うのは、このお父さんお母さんの関係に子供がぶら下がってたんです。そうじゃない。この時点でも子供はお父さんお母さんと二つの関係を持ってるんですね。で、お父さんお母さん離婚しました。別に暮らしてますってなったら、ここはもう夫婦じゃないですね。別の家に暮らしてます。ところがこの子は、誰と暮らしてるかは別にして、お父さんともお母さんとも関係を持ち続けるということになります。離婚後も親は二人ってことですね。子供はこっちの家とこっちの家行ったり来たりするパターンもあります。で、このお父さんお母さんが再婚して新しいパートナーができて、そこに子供ができて、あるいは前の結婚での子供も連れいるというと、こういう複雑な大きいネットワークになります。こんな形でどこが境目かちょっと分かりにくいんですが、全体がステップファミリーだというふうに考えていいんじゃないかと思います。実際に、アメリカとかヨーロッパとか、オセアニア、西洋世界では、こういうパターンのステップファミリーがもう普通になってきています。これは移動したり、結構子供大変は大変なんですけれども、関係が急になくなったり、削られたり、無理やり親みたいな人が登場したりってことがない、あまりないパターンになる。
今回、ご紹介できないんですが、数少ない例ですけど、私たちインタビューしていく中には、こういうパターンに近いものも結構日本でもありました。ごく少数ですが。十数年前にインタビュー調査をした時には、本当に19人中1人だけが毎年1回はお父さんにずっと会って、ステップファミリーになってからっていう人がいました。まあ年1回っていうのは本当に、頻度が少ないんですけれども、まあそれでも完全に切れちゃってる人たちが多かった中では、珍しく、そしてお父さんのことも結構尊敬し、心の支えにしている人でしたね。詳しいケースとか全体の分析を今日はお話しする時間が全くないんですけれども、一例だけ紹介しますと、こんな例がありました。はい、この人はお父さんを亡くしていた人だったと思うんですが、お母さんに新しいパートナーができた。でもその人のことをお父さんとは呼んでません。父とは思ってません。母の夫。で、おじさんって呼んでました。で、この人がいて結構助かったなっていうようなこともあって、お父さんじゃないんだけど、いろいろ相談できる人で、お母さんとの関係で間に入ってもくれてよかったと思ってる人でした。まあ、こういうふうに緩い感じで入ってくるケイ君さんは子供たちにとっては結構付き合いやすい人で、いい関係を作りやすい。で、ゆっくり関係が深まっていって、最後にはお父さんに近い人かなってなったりしてるケースがあったってことです。まあ、はい。今ちょっといくつか日本の例を話しましたけど、まあ、韓国の例と、韓国と何か共通点とか違いがありますかね。ぜひ後半で議論してみたいと思ってますけれども、このネットワーク型に近いものはアメリカやヨーロッパでは結構多いと言いましたけど、アメリカのステップファミリーの本の中でこんな図が紹介されています。このジャックとジルって日本語で書いてあるから読めないと思います。このカップル中心にいますけど、メアリーの前の結婚でのこの娘、ジルの前の結婚での娘、メアリーって女の子がいます。終日はこの3人が一緒に暮らしてるんですね。土曜日になると、ジャックの前の結婚での子供たち、男の子3人が、元妻の家からやってきて一緒に暮らします。で、妻の娘はお父さんに会いに行ってます。それが日曜日になると、この女の子も帰ってきて、子供が4人一緒に過ごす時間もあります。だから一緒に暮らすメンバーが広がったり縮まったり、アコーディオン型のステップファミリーになっていると。で、まあ、こんな具合に、離婚した後も、場合によっては再婚後も、両親が子供に関わる共同養育っていうのを、まあ、韓国でも推進されてきていると思うんですが、これは、西洋世界でたくさん研究が最近出てきまして、両方の親が、まあ、同じぐらいこう関わっていく共同養育のパターンの子供たちの方が、いろいろ良い状態になる、ウェルビーイングが良い状態になるっていう結果を表す研究が圧倒的多数になってきています。特に再婚後どうかっていう研究はまだ十分、特に日本で足りてないと思っています。まあ我々も少しずつやり始めてますが、我々の研究からも大体同じような、結論を得ています。時間がなくなってきたので急ぎますが、西洋世界というか他の国々での研究で見えてくるステップファミリーの中で起こる出来事と日本で私たちが見てるもの、かなり共通してるなと思っています。で、外国の研究も参考にしながら、ステップファミリーの当事者、あるいは支援する人たちへのアドバイス、提言というものを出せるかなと思っています。まあ、一言で言っちゃうと、この代替モデル、ステップ、スクラップビルド型の考えを少し緩めて、そこから脱出して、ネットワーク型、継続モデルにどうやって持っていくかっていうことを考えましょうっていうことになります。提案の1に書きましたけれど、大人中心、大人が頭の中で理想として考えてしまうこと、に基づいて家族を作るんじゃなくて、もうちょっと子供の視点に立って家族を作ってみましょうよ。お父さん、お母さんと子供っていう普通の家族を目指すのやめましょう。二人親、一人親、二人親っていうパターンを当たり前と思わないようにしましょう。はい。そして離婚後はお母さんがとにかく頑張って一人で育てるみたいな考え方が本当に強いので、そこをなんとか変えていけないと思っています。
常識に、縛られないっていうと、本当に自分でアイデアを出さなきゃいけないので、知恵が必要で大変ですよね。なので、やっぱり知恵、えー情報、そんなものは本当に必要になります。警護とか警護はお母さん、お父さんにならないとしたら何になればいいでしょう。いろいろ工夫が必要ですけど、アメリカの研究者、私の大学に来てもらってお話ししてもらったギャノン先生は、もう友達になる。親じゃなくて友達になるという作戦が大事だって言ってましたね。おじさんっていう人もいました。言ってる人もいました。それもいいアイデアですよね。はい。で、お父さんお母さんに会いに行くのは自由にっていうふうに応援してくれる人。子供はそういう人だったら安心して受け入れられます。それから一緒に暮らしている親は特に大事な役割がありますね。コーディネーターとしての役割があります。子供のゲートキーパーになったり、調整役になったりっていうことが重要なんです。いきなり自分のパートナーが父親として厳しいことを言ってきたら、ちょっと待ってって止める係。というようなことで、この同居心も、普通の家族と違う役割を持っているということが、わかると思います。SAJ では、一般の人向け、支援者向けにパンフレットを作っていろんな情報を出してます。これの韓国語訳もウェブサイトで見れますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、私の話はここまでにします。